皆さんこんにちは、ゆうです。お久しぶりです。今日は全部日本語で動画を作っていきたいと思います。2月に入ってからまだ YouTube の動画を1本も投稿してない気がして、そろそろね、皆さんにちょっと近況を報告しようかなと思ってこの動画を作っています。僕が1月末とかね、2月何をしていたのかっていうと、クライアントさんと一緒に仕事をしたりとか、あとはね、僕がやってる撮影機材の紹介の仕事とか、そういうのの撮影編集とかをしていました。なのでね、2月はですね、結構その YouTube とかをね投稿する機会があまりなくて、申し訳ないなって思ってます。最近結構言われるのが、僕インスタグラムで毎日動画を投稿してるんですけど、英語でねコンテンツを作るようになって日本語をもっと喋ってくれっていう風に言われるんですよ。日本語勉強してる人もいるからだと思うんですけど、僕の YouTube では日本語を喋る機会を増やしていくっていう風に去年、皆さんに告知したと思うので、なので少しでもね皆さんが日本語を聞いて勉強する機会ができたらなって思ってます。皆さんが結構気になってることとして、僕がね休日何をしているのかっていう質問があるんですけど、基本的に僕は仕事の日も休日も撮影とか編集してますね。なので本当に一日フルで何にも撮影も編集もしないっていう日は特にないです。なので基本は休日でも仕事をしてるのかなって思います。ただ撮影編集って言っても全く仕事に関係のない撮影することもあるし、例えば僕はね結構動物が好きなので動物の写真とかね撮るのが好きなんですよ。それは仕事の合間に撮影したりしてます。皆さんは鳥好きですか？僕は鳥が大好きなんですよ。ただ友達にね鳥の写真とか見せると気持ち悪いって言われるんですよ。全然僕は理解ができないんですけど、でも鳥の写真とか撮ってます。例えばこういう写真とか、いろんなね鳥の撮影してます。それが例えばねスズメとかのこともあるし、鳩のこともあるし、カラスだったりもするし、っていうのもあんまり東京にねいろんな種類の鳥がいなくて、東京で気軽にいろんな鳥を撮影するのって難しくて、結構焦点距離のある望遠レンズとかが必要になったりとか、あとはそもそもね東京の公園とかにはねあんまりいろんな種類の鳥がいないから、いろんな鳥の撮影するのは難しいんですよ。だから僕はね撮影の合間にそこら辺にね鳥がいる時にね、どんな鳥であってもパシャってね、撮影するんですけど、ただ気持ち悪いって言われることが多くて、僕はショックを受けてます。だってこんなにね可愛いんだから、どう見ても可愛いでしょこの鳥たちは。だから僕の感覚から言うとね、この鳥さんたちはねめちゃくちゃ可愛いんですけど、特にね日本に住んでる女の子、女性にとっては、鳥はね気持ち悪いと、特に足が気持ち悪いと、あとはね羽もなんか気持ち悪いっていう風に言う人が多いんですよ。ちょっとね理解に苦しみますよね。全然僕は理解ができない。むしろもう鳥は可愛いし美しいじゃないですか。他にもね、例えばこの前山梨の河口湖に行った時とか、富士山の写真を撮ったりとかね、花の写真を撮ったりとか、結構ね自然の写真を撮ることが多いです。というのも、僕はね仕事でポートレートの写真を撮ることもありますけども、ただポートレートの写真を撮るよりも動物とか自然の写真を撮る方が僕はね個人的には好きなんですよ。なので動物とか富士山とかね、いろんな自然を撮るのが好きです。あとはね自分の飼っている、モンチとキンタっていう猫がいるんですけど、彼らの写真を撮ることも好きです。僕個人の意見としては、カメラっていうのはその記録するものですよね。その瞬間瞬間の思い出とかね、あとは見た景色っていうのをカメラを通して記録するものだと思っています。僕が撮った写真とか動画を1年後とかに見た時に、あの時はこういう思い出があったなとか、いろんなね記憶を蘇らせてくれるようなね、そういう側面がねカメラにはあるんじゃないかなって思うので、なので僕はとってもその写真とか動画を撮るのが好きなんです。だから仕事以外でもプライベートでもいろんな撮影をしてます。
皆さんはカメラとか興味ありますか？で、僕みたいに一眼で撮影しなくても、例えばね iPhone とか、Android とかね、あとはアクションカメラとかね、いろいろあると思うんですけど、皆さんも写真とか動画をねいろいろ撮ってみてほしいなって思います。で、僕の人生を変えてくれたのは明らかにカメラですから、写真と映像が僕の人生をねすごく楽しくしてくれたと思うので、なので皆さんにとってもね、写真とか動画を始めるっていうことは少しね何か人生が変わるきっかけになるかもしれないなって思ってます。それが写真とか映像の道じゃなかったとしても、そのカメラをね持って写真とか動画を撮影し始めたことによって旅行に行く機会が増えましたとか、あとは料理をする機会が増えましたとかね、カメラにはいろんな効果があるんじゃないかなって思うので、なのでね、是非カメラを使っていろいろ撮影してみてほしいなって思います。あと僕がインスタグラムを始めたのはもう3年前ぐらいかな、3年経つのかな、3年前ぐらいだと思うんですけど、それからね僕の写真とか動画を投稿して、皆さんがインスタグラムをフォローしてくれるようになって、もうすぐでフォロワーの数が28万人になります。なのでね、あと少しで30万人に到達するんじゃないかなって思うんですけど、僕の誕生日が4月24日なので、その日までにね30万人に到達することができたら嬉しいなって思います。一応、かなり難しいとは思うんですけど、今年の目標は40万人です。なので、今年いろんな写真とか動画とか、インスタグラムに投稿して、40万人フォロワーが集まったら嬉しいなって思ってます。で TikTok に関しては去年の6月7月ぐらいに始めて、で現在で23万人ぐらいかな。なので TikTok もね30万人とかね35万人ぐらい集まったらいいなって思うんですけど、でも TikTok よりもどっちかっていうとインスタグラムの方が力を入れているので、インスタグラムの方がね皆さんとストーリー投稿とか、あとは僕のブロードキャストチャンネルとかでねコミュニケーションを取る機会が多いんじゃないかなって思います。で YouTube は、どうしても投稿頻度が週に1回か、週に2回とか、月に5回とか、そんぐらいになっちゃってる状況なので、皆さんとコミュニケーションをね直接取る機会っていうのがあまりないんですけど、だから僕ともっとコミュニケーション取りたいなとか、僕をもう少し知りたいなっていう方は YouTube だけじゃなくて Instagram も見てくれたらとても嬉しいです。結構ね僕は他のクリエイターとかよりも皆さんとのコミュニケーションの機会大切にしてる方だと思うので、なのでね是非僕のインスタグラムチェックしてくれたら嬉しいなって思います。でただ、そうは言っても僕も YouTube の方も力入れていきたいなとは思ってて、今年はね結構いろんな国に行くことができたらいいなと思ってます。日本でもねいろんなところに旅行したりとか、海外では例えばアメリカとかね、いろんな他の国にも行って、なので僕が海外に行ったその動画のコンテンツとかもね作りたいなって思うし、それだけじゃなくて僕のカジュアルな動画として海外に行って初めて経験したことの動画とかね、あるいは海外に行って僕が感じたことをねストーリーにして話したりとか、カジュアルな動画とか、あとはストーリーテラーみたいなね動画も作りたいなって思うし、シネマティックに作ったりとかカジュアルに作ったりとか、いろんなスタイルで動画を作っていきたいなと思ってます。なので本当に今年は楽しみだなと思ってます。で現在の僕の仕事っていうのは日本にいなくてもできる仕事が多くて、もちろんね日本で撮影依頼があった場合には日本にいなければいけないけども、だけど日本以外でも仕事はたくさんあるので、なので場所を選ばずに働くことができるようになったっていうのは、僕のクリエイターとしての本当に喜びなのかなと思ってます。皆さんも僕にね仕事を依頼したいことがあれば、ぜひ僕のメールとかあるいはインスタグラムでメッセージをしてくれたら嬉しいなって思います。なんかね今回の動画の趣旨がねよく分からなくなってきちゃったんだけども、僕がね元気にしてるよっていうね僕の近況報告について今日は皆さんにお話しすることができたらいいなと思っていたので、この辺でね動画は終わりたいなって思うんですけども、まだまだね今年始まったばかりだし、僕も今年はね本当に成長していきたいなって思うので、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。では今回のビデオは終わりたいと思います。ではまた。